今回はイタリアの家庭料理ボロネーゼのタリアテッレを作っていきます。まずはバジル、セロリ、玉ねぎ、ブラウンマッシュルーム、ニンニクをフードプロセッサーにかけます。熱したフライパンでパンチェッタ、牛ひき肉を炒めていき、先ほどの野菜を入れてさらに炒めていきましょう。塩、胡椒、バター、トマト、ホール缶、赤ワイン、コンソメを入れて煮込んでいきます。ソースの仕上がりに合わせてタリアテッレを茹でていきましょう。茹で上がったら皿に盛り付け、仕上げにペコリーノチーズ、パセリを振りかければボロネーゼのタリアテッレの完成です。詳しいレシピは概要欄で。さあ本日はボロネーゼです。今日はフードプロセッサーを用意してください。よし、タイムとバジル、フレッシュの、それと玉ねぎ、もう食材を切ってこのフードプロセッサーの中に入れていきます。続いてセロリ、ニンニクとブラウンマッシュルーム、ちょっと香りの強いブラウンマッシュルームを選んであげてください。よし、スイッチを入れていきます。さあこのように細かく刻んであげてください。よし、ではここでフライパンなんですが熱していきましょう。オイルを流し、ここでパンチェッタ、これを細かく切っていきます。よし、 OK。 さあパンチェッタを刻んだら炒めていきましょう。パンチェッタのいい香りがします。ちょっとねこんがりカリッとね焼いていきましょうか。さあ火力は強火でカリッとね仕上げていきますからね。お、いい感じに仕上がってる。そしたら牛ひき肉を入れていきましょう。さあパンチェッタがなければ通常のベーコンでも構いません。さあこのひき肉、それからこのパンチェッタからねいい油が出てますから、この野菜に吸わせてあげましょう。さあしばらく炒め合わせていきます。ね、野菜たちの甘みが加わりますからね。さあしばらくこの状態で水分をね飛ばしていきますよ。さあこのように程よくね水分がちょっとね飛んだところでバターだ、塩と胡椒、
それとコンソメ、顆粒を入れていきます。さあこれだけでもね十分な美味しさなんですけど、ここでトマトを入れましょう。トマト缶、ホール状のものを優しく丁寧にこのフライパンの中で潰していきます。できるだけ潰してソースになるように潰してなじませてあげましょう。なじんだところでここでワインだ。赤ワインだ。さあ深い色になってきました。さあ2種類のお肉が入ってるんでね、これまた贅沢です。さあこれもまた赤ワインを入れましたから、ここでしばらく煮込んでいきます。今日使うパスタはタリアテッレです。たまにはこういうパスタも探してみてください。これがまた美味しい。なければペンネやそのロングパスタでも構いません。さあ風味付けにオイルを入れましょう。さあ軽くだけパスタをね、タリアテッレをほぐしましょう。まだ硬いんでね、折れないようにそーっと。上品だ。とても深い味ですね。野菜もあるし、それと2種類のお肉も入ってるんで、これはいいわ。さあこのように多めに作っておくと非常に便利です。パスタがちょっと飽きちゃったら、その後はご飯の上にかけて、それとチーズガンガンかければね、ものすごいこれもまた美味しいですから。そしたらここで仕上げに使うイタリアンパセリ、刻んでいきましょう。さあちょっとねだいぶ馴染んできたんじゃない？いい色ですね。これはうまそうだ。よし、お皿を出して引き上げましょう。バッチリいい感じだ。もうこっちのねボロネーゼソースの方も完璧ですね。これはもう絶対うまいやつだ。よし、でチーズ、今日はペコリーノチーズ、パルミジャーノでも構いません。さあ仕上げにかかります。刻んだイタリアンパセリ、ちょっと黒胡椒を振りかけましょうか。オイルをかけます。よし、できた。ボロネーゼのタリアテッレの完成です。ボナペティート、良い一日を。